東京で一番売り出したっていうか紹介したのはうちが最初だから商標を取っとけば、働かなくて済むはい、これがバラですね。バラ1本かけます。結構煮た時に柔らかくしっとり仕上がるって感じですかね。うちあんまり脂身多すぎてもあれなので、適度に赤身があってくれた方がいいので。これが三枚肉っていうんでしたっけ？三枚肉とね微妙に違うんですよこれ。皮、脂身、赤身で三枚肉なんですよ。だけどうち戦後のすぐに沖縄料理始めたんですよね。その時にあまりその皮付きのバラって売ってなかったんですよ。結構うちはそういうとこがあって、その戦後であんまり物がないですよとか、まだその沖縄返還前だったので、そうすると沖縄でこうやってたけどこっちじゃできないよねっていうようなことが多くて、大体ですけど 300cc ぐらいずっと継ぎ足してる煮汁があるんで、これを投入して、それでまた煮ていく。5時間ぐらいですかね。結局仕上がりのこの昆布入れるので、昆布とこんな感じで油持つとちょっと崩れちゃうので、こんな感じですね。崩れちゃうぐらい煮るってことですね。そうですね。うちの祖父があまりお砂糖好きじゃなかったので、初代が砂糖を入れてないんですよね、最初から。やっぱり最初美味しいけど、やっぱ重いと、飽きてきちゃうというか、最後大変しつこく感じる部分があるので、なのでお砂糖は一切入ってないです。バラ咲き軟骨っていう部分になるんですけど、バラのですね、先っぽのこういうな感じになるんですよね。でここに軟骨がこうあるって感じ。これ長時間煮るとトロトロになるので、切ってこういう部分が軟骨ですね。これがとろけてくるとコラーゲンとかそういうのも含めて美味しい。では軟骨時に黒糖を入れますね。これザーッと結構入りますね。これでまたこれはもうずーっと煮込むって感じですね。はい。これは逆に料理の中では珍しく黒糖を使ってたっぷりの泡盛と黒糖で、別に僕の個人的なあれでは砂糖を使っちゃいけないわけじゃないですよね。やっぱり深みも出るし、少し甘みがあった方が例えばご飯とかにも合いやすいので、それはいいんですけど、グランドメニューじゃない別の沖縄料理っていう形で作らせてもらってるので、こっちにはじゃあ黒糖を入れて少しこってり、製麺という形でここで作って、でお釜がここにあるんで、これで茹でて、ここで茹でる。そうですね。ここで一旦茹でるんですよ。沖縄料理。生麺じゃないですよね。一旦茹でて7割ぐらい火を入れて、それで冷まして油混ぜてダマにするって感じ。最近は流通とかその保存が良くなったので生麺あるんですけど、基本沖縄のお蕎麦の麺は茹でるか蒸すかで、うちは茹でて油まぶしてくっつかないように、それで作ってますね。こんな感じでスープがあるんですよね。基本が豚で鶏少し入って、野菜と鰹節とあと煮干しも入ってます。
で塩で味整えて。沖縄料理って想像つかない人が多いわけですよ。多いですね。なのでうちお蕎麦を最初蕎麦で出してたんですよ。沖縄そばじゃなくて蕎麦って出してて、そうするとここの皆さんだと日本そばっていうふうに思ってしまって、そば粉使ってないのにそばっていうのはね、普通のそばで名乗るっていうのはいかがなものでしょうかという話が、どうしてもね来てしまったので、じゃあどうしようかってなって、で沖縄そばっていうのをうちが名前つけて売り出したんですよね。うちどっちかというと沖縄返還運動っていうのをその頃すごい盛り上がってて、それでそういう人たちが集まってくるような店だったのね。辞めるって言ったのはお母さん、お父さん。父が勝手に決めてで急に大工さんが入ってカウンター作り出して何やんのみたいな誰も知らないっていう家族だから、で結局早々に祖父が亡くなったので、結局その後みんな祖母とかうちの母親とかがずっと引き継ぐっていうやりっぱなしで天国行っちゃうんで。とにかくうちの父としてはもう沖縄っていうことを知ってもらいたいっていうね、みんなそういう知らなかった沖縄っていうことを。沖縄も外国だったからね、当時はね。私は来年から辞めるからみたいな感じでパッと辞めちゃったからさ。それからもう2人でさ、うちの主人だっても朝早く来て麺打ってスープ出して、それでお昼の営業やって、いやだから辞めちゃえばよかったんだけどね。まあでもね。そしたら私この年まで苦労しないで済んでやるって言うからさ、やるんだったらじゃあサポートしなくてしょうがないじゃない。どうしてもですね、寒さと変な話、暑さにも弱いですよね、この人。25度以上ダメ、10度以下だ、10度以下ダメ、25度以上ダメじゃない。なのでもう育ちがいいからさ。そうだから今の食材屋さんも持ってくる時はホカロンつけてくるの冬はそうですね。だそもそも宮古島の一部分でしか自生がなくて、それうちのそれこそ祖母が親戚からね、そう沖縄行った時に親戚宮古に帰った時にこれどうと甥っ子に言われて、おばさんこれをどうっつってで名前どうしようってなった時に、ブドウみたいなので海にいるから海ぶどうでいいんじゃないっていうことで海ぶどうってつけたんですよね。で売り出したんですよ。海ぶどうの名付け親。そうで東京で一番売り出したっていうか紹介したのはうちが最初だから商標を取っとけば、働かなくて済むこんなに今までの苦労話いらないよっていうぐらいもう本当にお金に縁がなくてなんかね苦労するようにできてんのよ。あ、こんばんは。こっちでいい？いいですよ。はい。どちらかというと宮古島の我々が多いです。お蕎麦一つ。はい。今回はそばのハーフなので麺が半量です。
これが変わってますよね。スープで麺を煮上げる。ああ、そうですね。そう。トッピングがそれもまたうち若干変わってるんですけど、紅生姜とうち長ネギ使ってるんですよ。白ネギで小松菜の茹でたの沖縄のかまぼこ焼き豚って感じになるんですよね。同じ話なんですけど、まあ、戦後どちらが入手しやすいかっていうのと白ネギの方がいいし、やっぱり沖縄以外のお客様も来られるので白ネギの方が馴染みがあるってことでうちは白ネギにしてるんですよ。だけどそうすると色味がどうしても弱くなるので、まあお野菜もねうちたくさん取ってもらいたいっていう思いがあって小松菜を茹でたのを添えてる。特徴で言うとやっぱり苦いけどしっかり苦いので、沖縄県以外だとどうしても苦みが足んなかったり。はい、ゴーヤーチャンプルーです。美味しそう。地豆、海ぶどう、ソーセージ。まあ、うちのジーマミー豆腐はタレが甘くないので、もう本当にお出汁と醤油だけ使ってますんで、これをこっちですね。これがジーマミーをこう潰してこしてって感じですね。皆さんお疲れ様でした。つまんで焼きそば2つ。熱帯魚とかやね。でも結構沖縄そば焼きそばにするとすごく美味しいので、いろいろ考えたメニュー結構焼きそば系多かったんですよ。何でもいけるというかパスタの代わりになるんですよね。ケチャップが2種類。
はいポーリッタン。この店だったら締めのチーズナポリタンがおすすめかなと思いますね。でこれがすごいマッチしてるんで、ここ多分ならではかなと思いますので。生の青さ乾燥じゃないやつなんですこれが耳側ですね。そうですね。白い筋が入ってるのが耳の軟骨で、あと大根ときゅうりが入ってるので、でピーナッツと、ごまとお酢。耳がちょっと酢の物みたいな感じですね。ここで働いてる方とか、ここで住んでる方、要するに沖縄じゃない人も結構多数来られるので、それこそうちがオープンした時餃子が食べないって言われて、でうちの祖母がじゃあ作るって言って餃子作っていまだにあります。普通の餃子なんですけど、うちはニンニク使ってませんね。ちょっと野菜が多めですね。野菜多めでニンニクなしだから軽いですね。トップページうち8枚バババババッと写真出てくるんですけど、2枚餃子でしていやちゃうち沖縄料理屋なんでちょっと勘弁してくださいよみたいな。ラフティは自分でチャレンジしたけどうまくいかなかった、焼酎青森使ってこうやったんだけどうまくいかない。でもここに来ると安心のラフティーっていう感じはあるっていうところかな。本当はね皮付きを出してもいいですけど、ラフテーなんで三枚肉なんで、また部位が変わってしまうと味付けも少しねやっぱり変えたりとかっていうのが出てきてしまうので、うちはもうこれで生かしていただいてるって感じですね。もうはい。土台がしっかりしてればその上にいろんなチャレンジができるので、それは本当にありがたいと思いますね。もうここもうちょっと良くなるんじゃないかとか、ここはこうした方がもっとやりやすいんじゃないかとか、そういうことがどうしてもあるので、そこは、変えていきますね。失敗することもあります。失敗したら元に戻そう。うちの父親のやり方が良かったよね。それはありだと思います。ただそこのチャレンジしないとやっぱりいいものはできないと思いますね、多分。根本的な芯の部分はそれぞれが沖縄料理島としての芯の部分は持っとかなきゃいけないですけど、やっぱりそこをより美味しくしようとするとか、そういう部分は必ず必要だと思うので、必ず同じ作り方でいなきゃいけないということはないと思います。僕は僕でやってて、次の世代は次の世代でそういうことを多分やって、変わらない味なんだけど美味しくなってるっていうのが一番ベストですよね。